それではこれより本日最後のプログラムとなりましたが、スピーカーの皆様ご登壇のリフレクションセッションを始めたいと思います。それでは稲庭さん、伊藤さん、進行よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。皆さん、長丁場と思いながらももうあと1時間でですね、この、会も終わりになってまいりますが、これからですねリフレクショントークということで、今日一日を振り返ってまいりたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。司会の進行は僕と稲庭さんの方で進めさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。では早速なんですけれども、今日のさまざまなプレゼンテーションを聞いたり、あるいはダイアログトークで、皆さんのテーブルの中で、話し合われていることを聞きに行ったりする中で、まず日比野先生、どんなふうにちょっとその辺聞かれたか、少しお話しいただいてもよろしいでしょうか。はい、ちょっとさっきの話ともかぶっちゃうかもしれませんけれども、地球上に今人口80億にはね、ついこの間までなんとか70億って言ってた時があったんだけども、あっという間に80億になり、でいろんな世界的な規模の課題とか地球規模の課題とかっていうものが小学生でも知ってるようになり、でいつまでこれが続くんだろうかとか、この先どうなるんだろうかっていうことを、ちっちゃい、子供は夢を持てよとか、若いうちはいろんなものにチャレンジしろよと言われても、とは言われてもなっていうような若い世代も現実にいて、でネットワークもどんどん進化して、世界中の情報においての距離は縮まり、AI が出現し、人間以上の情報の速度が加速し、人間って何だろうかとか、我々はこの先どうなるんだろうかとかっていう不安な情報とか、将来が見据えることができないような社会状況っていうものがある中で、今日のテーマは、ミュージアムで幸せになろうというね、まさに本当このミュージアムの役割だと思います、この時代において。本当僕も今日UK の皆さんの実例の話とか、ここに集まった方々の先ほどのダイアローグトークの中での、ドリームとかの話を聞いていて、さっきちょっと僕も言ったけども、僕も夢を持てた、なんかやれそうな気がしてきたって、やりたいっていう、やっぱり人間の80億人全員が、やりたいって夢を持てれば、きっと世界は動くんだろうと思います。そんなとても、一人一人にとってとても有意義な時間だったと、思いますので、明日から頑張ります。ありがとうございます。片岡さんいかがでしょうか。地球規模の、視点という意味では、このミュージアムというのが何なのかということがですね、昨年の夏のアイコムの世界大会で新しく更新をされていまして、アイコムのジャパンのホームページを見ていただけると書いてありますけれども、その従来の作品を収集して展示して研究してという、ミュージアムの役割から大きく拡大して、
ダイバーシティや包摂性、あるいはサステイナビリティを、考えなければいけない場所になり、さらに、コミュニティにもコミット、していくような場所であるということが新たに定義づけられました。なので世界中のミュージアムはそうした方向に活動を拡大をしていくことになりますし、実際そうなりつつあるとは思います。で、今日の話はそこにも大きく関連をしていた話かなと思いますけれども、私が今日の話伺ってて非常に面白いなと思ったのは、やはりいくつかのルースさんとかキャロルとかのプロジェクトが、10年ぐらいやってきて今日こうした形で、成果を発表してくださったということが大きいなと思ってます。というのは美術館で展覧会を作ったり、あるいはビエンナーレトリエンナーレなどに関わったとしても、準備期間大体2年とか1年半とかで成果を出さなければいけないと。で、アーティストにコミュニティにコミットしてもらいたいと言っても、海外から作家を呼んでリサーチしてもらって、そこで地元の人たちと何かをやるということを、数回訪問してもらって何か関係性を作らなきゃいけないということが、極めて無理があるなというふうに思っていた中で、午前中話をしてくれたスーザン・レイシーの話とかは本当に何度も通い、毎週ズームをやって関係性を作り、そこで信頼関係を構築して今がある。で、それにいくつかのプロジェクトは10年かけているということが、おそらくその単年度会計でいろいろ皆さんも動いていると思いますが、その今年度の予算をどうするのかという話と並行して10年後ぐらいにどういう成果が出せるのかという、長期的なビジョンを考える、そういう機会になったかなと思います。というのはこのおそらく社会的処方も、それから文化的処方も医学的な処方のように急激に成果が出るものではないかもしれないなと思っていて、その分本当に長い時間をかけて丁寧にやっていくことが求められることかなというふうに思いましたので、美術館の姿勢としてもそのコミュニティにコミットしていくということの時間の流れの考え方を少しストレッチして、その先を見ることによって、最後に話したドリームにもつながっていって、ドリームがドリームではなく形になるのかなという気がしました。はい、ありがとうございます。マシューさん、今日は我々にとって非常に重要な日であったと思います。イギリスの文化というものがこれから日本の中でもうさらに大きく我々のドリームとして膨らんでいくきっかけを与えていただいたと思いますが、今日はどのように聞いていらっしゃいましたでしょうか。Thank you very much. I should はい、ありがとうございます。shout out to the fantastic simultaneous interpreting team. 同時通訳チームの皆さんも非常に頑張ってくれまして、感謝申し上げます。I think first, the first thing to acknowledge is that で、まず最初に認識したいのが、we've had four wonderful case studies from 4つ素晴らしい事例を今日イギリスから聞くことができました。this conference has been designed to shine そしてこのフォーラムは革新的なイギリスの事例、実践例を聞くということなんですけど、キャラさんが言った通り、ここの領域というのは私たちがみんな一緒に学んでいく領域なんですね。同じ課題に直面しています。で、そしてイギリスでの事例を集める、そして革新的な考えをしている日本の皆さんと一緒に数時間一緒に過ごして、そして日本の文化、日本の社会の様々な側面というのも議論することができたと思います。日本は文化を大事にしています。そして日本は高齢者も敬い、そして大事にしています。こういうこともやはりイギリスがかなり学べるところではないかと思っています。なので私たちは一緒に学んでいるんだという感覚をやっぱり皆さんと共有したいなと思います。で、一つすごく思ったのが、様々な仕組み、メカニズムを共有いただきました。
で世間一般を巻き込んでいくための取り組みです。そしてルースさんのプレゼンテーションではインタビューの画像がありましたね。一連の女性たちとのインタビュー、60代の女性、それ以上の高齢者の女性たちと面談をして、どういうような課題に直面していますかというのを聞き出したという話。そして、どのようにガバナンスを導入するのか、プロジェクトに対してガバナンスを効かせる、さらには、真の多様性が必要である、取り入れていくということも話されました。こういったことも確かに私たちさらに進めていかなければならないところです。様々な機関や団体が様々な歴史を持っています。その文化も多様です。ですので変化といった時にはとても難しいものに思えるかもしれません。そしてキャロルさんがリバプールで博物館、2011年くらいから取り組みを始め、20年近く森美術館などの取り組みなども進んできたということで、新たな組織にも新たな文化が芽生えて、それが根付いてくるわけです。で、それを私たちのそのエッセンスをきちんと掴んだ上でさらに広げていく、さらには新たなガバナンスも導入していく。そうすると様々なより多様な人たちを私たちの取り組み、対話に巻き込むことができると思います。ここには困難も伴うかもしれません。ただ、素晴らしい話し合いがたくさん行われました。内容も充実していました。ですので、私も開会の際にお話ししましたけれども、やはり重要な点は、こういった問題は皆が直面しているものだということです。私たちの人類としての共通性から成り立っているものです。ですので、コロナがずっと続いていたわけですけれども、片岡様とも話していましたが、その私たちの国境があったのが、ただどこに生まれたのか、今までどういったことを体験してきたのかということが力を強く持ち、様々な定義を生み、影響も生んできた。つまり私たちの世界、誰と関わっていくのかというところに大きな力を及ぼしてきたと思います。こういった対話も重ねていくことで、国境をまた越えていくことができると思います。そしてお互いにとっての資源、リソースになって、お互いにインスピレーション、素晴らしいモデル、考え方、様々な取り組みを引き出し合っていけると思います。私たち皆が今まで考えたこともないことを持ち寄って持ち帰って広げていけると思います。ですので、この段階での夢といいますか、そのずっともう硬い椅子に座っているのではなく、息を大きく吸って、素晴らしい充実した一日を過ごしましたので、共にこういった時間を過ごせたということで、まずは皆様に本日こういった場を持ってくださったことに感謝をして私の話を締めたいと思います。ありがとうございます。そしてですね、次に、ルスさん、マークさん、ジェーンさん、キャロルさん、UK からお越しいただいて素晴らしいプレゼンテーションをしていただきました。ジェーンさんにはダイアログセッションの時に少しディスカバリーのことはお話聞きましたけれども、その後の皆さんとのトークをですね、歩きながら他の方々も聞いていただいたと思います。で、ご自身のプレゼンテーションをして、でさらにこういった対話を聞いた後に改めてですね、皆様方の中に生まれたディスカバリーやドリームなどがあれば、ぜひこの場で共有できたらなというふうに思います。ではまずルスさんお話しいただいてもよろしいですか。はい、ありがとうございます。はい、本日とても素晴らしい一日でした。多くの方々とお話ができましたし、テーブルの間も歩き、様々な皆さんの発見、夢を拝聴することができました。またとても、そのキャロル、マーク、ジェーンなどのその私たちのイギリスでの取り組みに関しても改めて聞くことができました。ですので、
私の頭の中でいくつかちょっと浮かんできているんですけれども、特に思ったこととしては、そのマークさんがおっしゃったことだと思いますけれども、日本から学べることもいっぱいある。また、こういったことはしばしば、そのアートのその多数派の人たち、そのちょうどトイレで、その介護のセクターにいる方と少しお話ししたことがあるんですけれども、私たちも例えば医療健康セクターの方々の体験が、そのアートに関わってきた中でどういったことがあるのかということも聞くべきだと思いました。ロバート・ダーバーシッププログラムの長の方は実は芸術の背景、アートの背景が全くなかったんです。しかし、その統合的な医療の体験があって、リスクですとかチャンスなどを取っていろいろ考えたそうです。様々な実践を違った形でできるのではないかと。これは大きな考え方だと思います。例えば、とても忙しい医局長などになったりですとか、もう3万人近くの患者さんがいて、そのコミュニティの中で多くのケアですとか、やらなければならないことがあるということで、その中でアートに投資するというのはとても大きな取り組みになってくると思います。大変なことです。というわけで、ロバート・ダーバーシップと今何をやっているかというと、こういった対話をとにかく重ね、オープンに共有していく。自分たちが思っていることを互いに話し合うということが重要です。ですので、私たちがそうすることによって、自分たちの専門性にだけ集中してしまって他に耳を貸さないということが避けられる。そしてパートナーシップが鍵になってくると思います。自分たちにも専門性があるけれども、医療の方々もそれぞれの、専門性があるということで、そこをいわば合わせ合って、お互いに傾聴し、取り組みを重ね合う。こういったことがとても鍵となると思います。それがまた将来のプロジェクト、マンチェスターアートギャラリーなどにおいても大切になってくると思います。こういった対話が取り組みにつながっていくことも重要です。例えば、Zoom ですとかパンデミックによって、そういった対話もできるようになったと思います。スザンさんも毎週参加していただいて、その自分の情熱ですとか専門性を聞かせてくれる。で、もう70歳近くでも40年くらいこの分野で働いてきたんですけれども、その体験は本当に素晴らしいものです。こういったものも私たちの対話の中に組み入れていくことで、その重要性もきちんと分かって取り入れていくことができる。というわけで、皆さんの体験にも耳を重ねることができたこと、感謝申し上げます。キャロルさんどうぞ。はい、皆さん、その夢を持っているときに、私も夢を持ってみました。書いてみました。まずは、皆さんの前でこういった話をできることをとても嬉しく思います。私も振り返りでちょっとまとめてみました。まず思いついた言葉としては、レジリエンスです。こういった取り組みというのは私たちのコミットメントが必要です。すべてを共有したことも入れ込んで、さらに夢を持つ。で、そこにはレジリエンスが必要です。私の全体のキャリアを見て、過去の10年だけではなくて、そのハウス・オブ・メモリーズの取り組みもしましたけれども、会話で、時には全く、その伝統的なやり方にとどまってしまいがちです。ですので、といった時には、私の信念を諦めず、きちんと有意義な貢献をするということをよく考えます。時には待ちの姿勢も必要ですし、サバイバル、そしてまたレジリアントということを考え、その私の分野を超えた専門性も入れて、様々な支持者ですとか提唱者と協力することも重要だと思います。ここで、皆さん共にテーブルで様々な発見ですとか夢を語りましたよね。こういったつながりをどんどん育み続けてください。ですので、その医療であれ、アートであれ、博物館であれ、どんどん変化を生み出していきましょう。対話を続けましょう。時間がかかっても絶対に失わないでください。時間は重要で貴重です。そして、例えば資金はその状況に対して少ないかもしれませんけれども、絶対に夢を諦めないでください。共に
手を携えて取り組んでいきましょう。ルーサさんもおっしゃいましたが、その医療、健康の分野とアートをつなげるということ、私たちの社会にはこういったことは本当に絶対重要ですし、その余地もあると思います。ですので、自分たちの使命をきちんと掲げて、どうぞつながり合ってください。マークさんお願いいたします。Thank you. Yeah, I think, similar はい。キャロルさんが言ったことと似ているんですけれども、データについての会話があったと思います。データとエビデンス。そのハードな硬いエビデンス、それからその測定するメジャーメント。で、私の体験ではイギリスでは、accomplish more because we've galvanized. より多く達成できたのは、このミュージアムのコンソーチアムが一緒になって活動をしたということが一つ理由に挙げられると思います。でもまだまだやらなければいけないことは多くあります。そうは言っても皆さん、いらっしゃっている皆さんは話していたのは、Massive network こうして、今部屋の中に集まって大きなネットワークができました。そして、エビデンスについてエビデンスを集めるのであれば複数の組織をまたがったエビデンスを集めることが重要です。こういった組織を横断したような取り組みというのが大事になってきます。クリエイティブな文化的な組織の支えになるのは、サポートになるのはこういったネットワークです。それを推奨するべきだと思いますし、共に変化をクリティカルマスとして作り出すことが大事だと思います。私が印象深いのは、もしかしたら誤解しているかもしれないんですけども、話の中で聞いたのが、この価値の再評価をする、価値を再び評価し直すという話があったと思います。そのいろいろな価値に率いられた実践という話をしたと思うんですけれども、やはり私自身、そこの価値の再評価というところが頭に大事だなと思いました。その組織に渡ってその価値を共有する、そして同僚の間で共有するのも大事だけれども、今は2023年に経っているので、再びそこを考え直す、振り返って見直す、そしてその先に進む前に一度立ち止まって考えてみるのも大事かもしれません。それが今日、得た学びです。ありがとうございます。先ほどジェーンさんにはディスカバリーのところは少しお話しいただいたと思うんですけども、ドリームの質問はまだしてなくて、ぜひドリームのことをお話しいただければなと思います。はい、もちろんです。非常にインスパイアされたのが、どうやってこの分野にまたがった上での健康をどう考えるか、そしてテーブルでのディスカッションを聞いていましたら、どうやったら健康といったときには様々な要素が関係していて、生活のあらゆる要素が関係していて、ミュージアムがどういうふうにそこに関わっているのか、そういった複雑な関係性の中でどう関わって、どうやったらより幸せに健康になれるのかというのを考えられるか。私の夢というのは、その様々なつながり、コミュニティとのつながりも考えて、パートナーともどうつながって、いろいろな分野とつながっていくということが大事だと思います。その今言っているこのアートだとか、その社会セクターだけではなくて、全部関わっているところが一緒になって、どういうふうにウェルビーイングを達成できるのかということを共に考えるのが大事だと思います。テーブルで聞いてたのは、ミュージアムがこの生活の普通の一部になれたらいいなと思ってます。何か問題があったり、課題を抱えてたりしたら、普通にじゃあミュージアムに行って相談しようというふうに思えたらいいなと思っています。そういった場を提供できたらいいなと思っています。コミュニティのハブとしての場所を提供できたらと思っています。こういった話も聞くと、私すごくエネルギーが浮かんできました。勇気を持って会話を始めて、そしてその最初の第一歩を取って会話を始めるということが大事だと思います。ありがとうございました。日本側からのプレゼンテーターとして、藤岡さんがお話ししてくださいました。藤岡さんは先ほどドリームのお話をしてくれたわけなんですけれども、今日後にですね、もう一度皆さんのダイアログなどを聞きながらですね、どういったディスカバリー発見があったのか、こういったことについて何か思うことがあればぜひお話しいただければと思います。はい、そうですね、本当に今日、イギリスのいろんな事例も聞かせていただいたり、またあとテーブルの中で話されていることは、やっぱり皆さんそれぞれに結構なんていうのかな、シリアスに
抱えていることだったりもすると思うんですよね。このエイジフレンドリーに関することとか、介護のことだったり、その貧困の問題だったりとか、やっぱりそれぞれのやっぱり現場のお話だったわけですけど、すごくやっぱポジティブに言って、考えようとはするものの、実際はすごくシリアスなことだったりもすると。でそこで何ですかね、レジリエンスっていう先ほどキーワードも出てきましたけども、やっぱりどう前に進んでいくかみたいなところで、今日みたいにやはり顔を合わせて皆さんと登壇者ともそうですし、この会場の皆さんとも実際に同じビジョンを共有する人たちと出会えることっていうことはすごく自分の背中を押してもらえますし、これから今3年ずっとやってますけど、10年後まで続け、それ以降も続けていくためにすごく大事なことなんじゃないかなと思いました。でやっぱりそうですね、ハウス・オブ・メモリーズの中でいろんなものを介して皆さんそれぞれの物語を生きてるというか、記憶の中の物語を生きてるっていうか、その、物語を大事にしていくみたいなところもすごくヒントとしてディスカバリーがありました。はい、はい、ありがとうございます。稲庭さん、失礼します。稲庭さん、今回のこのフォーラムですね、稲庭さんがかなりいろいろデザインして実現したフォーラムだと思うんですけど、ミュージアムタイトルがですね、ミュージアムで幸せになると、なんとも直球な振り切った、これ多分英訳にしてもね、日本語のダジャレみたいにしないからストレートに伝わるし、いろんな方々にちゃんと届いたタイトルなんじゃないかなというふうに思いました。そして素晴らしいプレゼンテーションのもとに今日この意図みたいなことがしっかり皆さんと一緒に共有する場ができたんじゃないのかなというふうに振り返っているんですけれども、こういったフォーラムを立ち上げるその経緯から、今日振り返ってどのように思われているか、少しお話しいただいてもよろしいですか。はい、ありがとうございます。そうですね、このウェルビーイングっていうのがにわかに2015年ぐらいからだんだんみんなに知られるようになってきて、いろんなそうですね、そのミュージアムでの関わりっていうのもやっと語られるようになってきたなっていう感じが今しています。その最初に2014年に私がイギリスに行っていろんな事例を拝見して、ちょうどキャロルさんがハウス・オブ・メモリーズ始められて間もない頃のイギリスはまだ社会的処方という言葉がそれほど今ほど語られてなかった時代だと思うんですが、でもそれはすごくやっぱりその当時すでにインパクトがイギリスでは結構そのお話から感じられて、いずれ日本にもそうした波はやってくるだろうというのは当時から思っていました。で今、日本の状況、コロナを経てやっぱコロナってすごく大きかったと思うんですよね、私たちの体験として。それを経てやはり今日テーマの中で何度も出てきたケアの概念だとか、そのウェルビーイングケア、そうですね、ヘルス、その健康の考え方の変化っていうのが急激に起こってくる中で、今日が、結実したっていう感じがしております。で今お話を聞いていて、そうですね、この企画をしてから実はそのイギリスで1回1月に皆さんにお話を聞いて、それからさらにオンラインでもそれぞれの方にお話を聞く中で、どういう構成にしようかっていうのを考えてきたんですが、例えばルスさんのところにマンチェスターに行った時にはそのアンサートゥンフューチャーのお話を聞くだけでもう予定の時間がいっぱいになってしまったので、戻ってきてからオンラインでプラットホールの衣装博物館の事例を教えていただいたんですが、その時もすごく丁寧にルスさんが3名の担当者の方をオンラインに呼んでくださって3時間ぐらいかけてお話をしてくださって、本当に学びの多い、私と同僚のジェニーさんと一緒にそれを聞いたんですが、終わった後すごい
幸せな気持ちっていうかすごくインスパイアされた気持ちになりました。で今日皆さんが皆さんの話を聞いてインスパイアされた部分があるとすると、それがやっぱり次につながる、アクションにつながるといいなとすごく思っていて、で今日のはほんの一部なんですね。ですのでその25分とか30分とかそれぐらいしか皆さんのそれぞれのお話聞けてないので、これからこの後にどうやってつなげたらいいのかなって考えている中で、今いろいろそれぞれの方がウェブサイトもありますよみたいなご案内をさせていただいたり、あと実は藤岡さんがやってるずっとびのプロジェクトの冊子をですね、本当は印刷して今日配布するはずだったのがちょっとそこを落としてしまいまして、ウェブにPDF は日本語英語ともオンラインに入ってますが、その冊子もお渡しする機会を作りたいなとか、いろいろまだ皆さんとこれからどんどん、まだお渡しできてない情報とかシェア、皆さんの方から出た意見とか、あとオンラインに集まってきた、付箋に貼られた意見なんかもシェアまだまだできるなとか、なんか今日から生まれたその、なんていうのかな、その皆さんの考えや気持ちやエネルギーを次につなげられるにはどうしたらいいかなっていうのをすごい考え始めました。そのあたりちょっと聞いてみてもいいですか。今日から生まれるエネルギーをどうやったらつなげていくのか。これまでキャロルさんやルスさんのところにはイギリスに実際行って、稲庭さんともいろいろコミュニケーションを図って、そして今日に至ったわけだと思うんですけども、今日一つの何かもう一つの目標は達成されたかと思います。ただこの目標がこれで完了したわけではなくて、ここからじゃあどうしていくのかって、我々もこれから協力をしていきたいというふうに思いますし、これから引き続きコミュニケーションを取りながらもっとこの内容を深めて広げていきたいというふうに思っています。でこの点についてじゃあルスさんから少しなんかコメントがあればお願いしてもよろしいですか。Hello. Yeah, I think my microphone. はい、ありがとうございます。すみません、マイクがあっちに行ってしまったようだったのでお待たせしました。はい、そうですね。ネキストステップ、次に取るべきステップですけれども、はい、いくつかあると思います。まずスモールスタート、小さくスタートしというジェーンさんが話していた内容にも関係してくると思うんですけれども、まず次どこへ向かっていってるのかっていうことがなかなかわからないじゃないですか。私としては方法があったり基本があったり、それを常に振り返っていく、最終的な結果はこれでなければいけないというこだわりを持たないというふうにしています。Uncertain Futures に関しましてはフェーズを何個か経てやってきているんですね。で、やっぱりフェーズを終わらして、そこで一旦振り返って評価するということを繰り返してきています。なので、次のステップに関しての私のアドバイスとしましては、ぜひその方法、今後どういう方法を採用していくのか、どういう価値、基本、原理を持つのかというところだと思います。また、ウェルビーイングという言葉は何を意味しているのかということを考える時間、ケア、バリュー、価値ということについて考えるべきだと思います。マンチェスター市立美術館の方では、私の同僚の方がベアリング財団の方から資金を最近受けたんですけれども、トラウマインフォームドというようなテーマで、これから研究していく、取り組んでいくことです。トラウマというものを配慮したギャラリー、ミュージアム、安全な場所づくりは何なのかということを考えるというような取り組みが始まっています。同僚のルイーズさんは、3年間かけてその文脈について検討していく、スタディしていくというようなことをこれから取り組んでいく予定です。なので、振り返っていくこと、スモールで考えるけれども、同時に長期にわたってそれに取り組んでいくという覚悟もあること。で、もしかしたら大きなことになるかもしれない。でもその最終形っていうものはわからない中で、今日のいろんな作業を皆さんされてましたけれども、そこから本当にいろんな内容が出てくるかと思いますし、やっぱり段階を経ていくこと、キャロルさんが House of Memories 始めた時にも10年後の状態っていうのは分からなかったんじゃないかなと想像します。なのでパートナーシップを築きながらそうやって進めてほしいです。
はい、じゃあちょっとルースさんと違う視点で同じことを繰り返してもしょうがないので、はい、我々が英国から今後皆さんをどうヘルプできるかということなんですけれども、戦略的な知識というものを我々の仕事の背景で集めてきています。そうですね。稲庭さんには35分間でもう本当にたくさんの情報を詰め込もうとしてきているだけですので、皆さん手元の資料にはたくさんの情報が含まれていると思いますが、さらに皆さんに共有できる内容があると思います。その後作っている内容など資料とかありますので、ぜひ皆さんの頭へのインプットとして情報を共有したいと思います。社会的な処方に関しましてですけれども、これは今英国の方で国立社会的処方の協会というものがあり、そこが英国のこの戦略をリードを取っていますので、ぜひそこと皆さんつなげたいと思います。そういう戦略的な知識を皆さんに共有していきたいと思います。そしてここに集まっていない皆様、同僚の皆さんに関してもオンラインの情報を共有するようにしたいと思います。ぜひともそれを和訳していきたいと思います。特に振り返りの業務の内容、例えば私は10年間振り返った Heights of Memories の内容、これは大学の方での研究結果として報告されていまして、それを和訳し、そして皆さんにぜひそれを読んでいただいて、皆さんのマインドを開いていただいて、どういうことができるのかという探求につなげてほしいです。皆さんにインスピレーションを今日与えることができているのであれば、そのインスピレーションにさらにこういうこともありますよっていうインプットを続けていきたいと思うんです。やっぱり誰にも共有できるものがあるはずです。ぜひそうさせていただきたいです。マックさんお願いします。はい。そうですね。今日パートナーシップの話、どれだけ重要かということを何人かからコメントがあったかと思うんですけれども、じゃあパートナーシップにおいてどういう課題があるのかっていう話もすべきかなと思います。課題も実は数多くあります。なので、ぜひそういう話も今後皆さんと一緒にしていきたいと思います。で、その課題というものもニュアンスがあって、そうですね、人と人の関係、つながりとかそういう意味での違いとか、経済的な差とか、ガバナンスの違いとか、いろんな話が出てるかと思います。そういういくつか結構大きな課題があります。そこからポジティブな可能性を生むことまでもできるので、ぜひその知識も皆さんに共有していきたいです。はい、皆さんがおっしゃってくださった通りだと思うんですけれども、もう一つ皆さんに共有したい当初ですけれども、文化、ヘルスとウェルビーイングのアライアンスというような団体なんですけれども、新しいツールキットを発信していまして、ヘルスウェルビーイングのプロジェクトに必ず適用できるような内容です。それはコミッションする方たち、アート団体、そして実践者の皆さんも使えるような内容が含まれています。本当にたくさんの情報が入っていますし、概要レベルのまとめもありますので、それを振り返りのスタートとして使うこともできますし、実践に取り入れていくというようなこともできます。なので、ぜひプロジェクトを考えているんであれば、ぜひそれを和訳し、皆さんにも共有していくということをお勧めしたいです。ありがとうございます。はい、日比野先生と片岡さんにお話をお伺いしたいんですけど、これ今国立アートリサーチセンターと東京芸術大学で共生社会を作るアートコミュニケーション競争拠点というところでやっていくと。でこれは国際的な情報が集まってきたり発信していったりするような国際的な拠点になっていくっていうことも視野の一つに含まれています。でその時に今の皆様方のお話を聞いて、どのようにこれを展開していったらいいか、ドリームっていうようなところでもいいかなと思うんですけども、いかがでしょうか。はい、大変頼もしいね先行事例があって、もう国立のその、社会的処方をちゃんとまとめる国の機関があるっていうのもとても羨ましく、そして今後日本の中で動いていく上ではとても参考になるっていうことと、きっと今日の発表の中でも、じゃあマンチェスターのこの地図が出てきてね、この地区にはとても貧困の格差があってっていうようなエリアがありますっていう話がルスさんの話でありましたけども、じゃあ日本の状況ってどうなのかっていうと、やっぱり違ってくると思うんですよね。その移民の受け入れの状況とかっていう、あとはアートのこの市民の中での意識の違いとか、
日本はやはり明治維新があったりとか第二次世界大戦があったりとかっていうところで結構分断されてる意識っていうのがあって、で全ての文化施設、例えば東博、国立博物館が150年だったりとか、芸大も140年ぐらいになったりとか、この間はなんだっけ、JR が150年とかね、やはりこう、文明開化っていう言葉でこう一気にこうミュージアムっていうようなスタイルとか出てきた上でのやっぱり芸術の取り入れられ方なんだよね。東京芸術大学って言っといてなんだけども、アーツっていうのと芸術っていうのが本当にそれは翻訳として合ってるのかみたいな、術なのかなっていう、こう術がついてるゆえになんとなくこうさっきミュージアムっていうのはちょっとこう敷居が高いよねっていうアニメーションもあったりしたけども、きっとあれ以上に日本の中においては芸術っていうものが日常の中においてもっとこう距離感がきっとあるんじゃないかな。今日は本当こうアートに関して関心のある人たちが集まっているけども、じゃあ日本の人口のこう何%が今言ったような話を分かる分かるっていうふうにすぐ受け入れられるのかというと、かなりハードルは高いと思うんですよね。でましてそれがこういろんな例えば行政とか企業とか組むときにかなりやはり困難はあると思います。とはいえ本当、先行的な事例っていうものをしっかりと聞きながら、挑んでいきたいなとは思いますし、逆にこう地球上のいろんな地域の中で、アジアだとシンガポールっていう先行事例がありましたけれども、いろんな地域でのこの社会的文化的処方的な試みが地球上全体で、チャレンジして、そこでのこうデータをこう本当解析してビッグデータにしていけれるようにこう、日本でのこの試みも、始めていけれるといいなとは、思いました。ありがとうございます。片岡さんお願いします。そうですね、今日こうして、生身の人が集まって、議論ができて、オンラインも1400人ほど登録されていて、多分500人ぐらいつながってくださってたと思うんですけれども、この今日できたネットワークはまず一つの始まりになるだろうなと思っていて、リサーチセンターでも国際発信グループでキュレーターの交流だとか、アーティストの交流、研究者の交流などもこれからしていくつもりでいますけれども、まずはですね、やっぱり何か国際的なこう拠点になるためにはリアルな人とつながっていないと何も始まらないなというのはコロナの間で実感したところではあります。でそれを起点にして、今日の話に出てきた社会的処方あるいは文化的処方という言葉はこれから少し頑張って日本の国内にも広めていく必要があると思いますし、先ほど稲庭さんに聞いたんですけど、実際にその社会的処方を出している病院が具体的に日本にあるのかというのを聞いたら、いくつか実験的にやられているところがあるそうなんですけれども、そのためにはそうした概念を伝え、そしてそれを実装するような人材の育成もしていかなければいけないし、それから医療分野と美術館分野もつないでいく必要があるし、ただそれは美術館の歴史も我が国では一定程度の蓄積があるんですけれども、70年代80年代の美術館ブームという時代を経て、今全国に非常にたくさんあるミュージアムが裕福かどうかというとなかなか疑わしいところがあって、ミュージアムの運営そのものが難しいというところも多くあると思います。でその中では、
美術あるいは歴史の価値というものを伝えていく機関でありながら、そこにその社会的価値がまた加わっていくことによって、各町や県でのミュージアムの存在意義というものが、増幅されていく。でそれを内側からも伝えていくことによって、新しい時代を迎えることができるかもしれないなという、そういう希望を持ちました。ただそれはいずれも具体的なアクションにつなげていく必要があって、ドリームは口に出していかないととさっき日比野さんおっしゃってましたけれども、やっぱり届かなそうなものだったとしても、私もまずは絵に描いた餅と言われますが、餅の絵は描いた方がいいと思っていて、でそこに向かって、10年かけて20年かけてどう近づくのかということを、皆さん一緒にやっていけるとですね、案外夢は夢でなくなると思いました。ありがとうございます。心強い発言で、よし頑張っていこうというふうに我々実務担当者は思うわけなんですけども、今これから10年間一緒にやっていく事業をですね、本当に現場で回していくっていう、藤岡君ですか、稲庭さん、僕立場からすると、やっぱり今ここで話し合われたことを本当に前に進めていくぞというふうに思っています。稲庭さんいかがですかね、現場からということで。はいはい、そうですね、今日の話の中でもあったんですけれども、その社会的処方を進めていくとき、文化的処方を進めていくときに、その医療福祉関係者と、それからリンクワーカーという重要な働きをする役割があって、そしてその当事者の方がいる。でそのリンクワーカーの方が例えばですけど、定期的にその社会的処方箋を渡された方が、とリンクワーカーが、相談をする中で、その社会のつながりの、機会を持っていくっていうような仕組みなわけですよね。でなのでその、リンクワーカーの方にいかに、アートがヘルスに貢献できる、ウェルビーイングに貢献できるっていうことを理解を広げていく必要がまずあると思いますし、確かジェーンさんのお話の中でも、そのミュージアム美術館がどういうふうにそのことに、具体的に、ウェルビーイングを高めるっていうことにつながっているのかっていうのをリンクワーカーの方々に知っていただくような機会を作るというようなお話もありましたが、そういう機会が必要なんだなと。つまりですね、その当事者というか、その処方箋につながる方より手前にいるというか、間にいる人々、そこで誰かをケアする立場であったり、ケアしたいなと思っていたりっていう方々とやっぱり手を組んでいくことがすごく必要だなと思っていて、でこれまでの経験では、例えば地域にある社会福祉協議会とか、そういったところの方々とお話しすると、今まで考えていなかったけれども、すごく一つカードができる感じがしますみたいに言われたんですね。例えば認知症に対応するオレンジカフェみたいなものでも、やっぱりなかなかその場には、声をかけてもなかなか出てきてくださらない方もいて、だけれども、もう一つアートとか美術館っていうキーワードがあると、じゃあ行ってみようかなっていう気になると、いくつもカードがあった方が、その福祉士の方にとっては動きがより広い方々に影響つながることができるので、やっぱりそのカードを増やすっていうことについてアートが機能するっていうのは話されてました。でその中間の方とまずは知り合ってつないでいくっていう部分がすごく必要なのかなっていう感じはしています。ありがとうございます。同じ質問で、現場から藤岡さん、最後にどうぞ。最後ではないです。藤岡さんの最後だった。ごめんなさい。ターン的な最後。はい、そうですね。皆さんのお話も聞きながらですけれども、やっぱり、私は本当に美術館の学芸員になってます。3年目で本当に末端のところでどうやって作っていこうかみたいな形で、細々とクリエイティブエイジング始めて
どうにかちょっとずつ手応えが出てきたところですが、やっぱりその現場だけ一生懸命そのつながりを作って、福祉や医療やその地域の方、またあと扉さんたちと一緒にやっていくだけではやっぱり続いていかないというか、それを価値にして発信していく。でさらには、これはちょっとお願いになるかもしれないですけど、そういう現場の声が例えば行政とか、そういう政策を決定している人に届いていって、より何ですかね、軽やかにこのイギリスのようにですね、このクリエイティブエイジングが推進されていくような何かインフラの整備だったりとか、そういうことも同時にやっていかなきゃいけない、その研究もやっていかないといけない、そういう制度設計も必要だし、現場のことも必要だし、だからすごく取り組みがいがあるプロジェクトだと思いますし、これは頑張らなきゃなと思いました。はい、ありがとうございます。マシューさん、どんどんイギリスとこの日本との関係性というものが育まれていくということになっていっていますが、今までの皆様方の振り返りを聞いてどのように聞いていたか少しお話しいただけますでしょうか。そうですね、私が日本に一番最初に来たのが2019年末だったんですけれども、その時非常に大きなトピックとなっていたのが、人口動態が変わってきている、高齢化が進んでいるという話でした。でその直後のコロナ禍が始まってしまい、本当にコロナ禍が全てをもう覆ってしまう話題となったわけです。そしてブリティッシュカウンシルとしては、私たちが非常に困難だと感じたのは、この両国がより緊密に連携できる場所を見つけるところだったんですね。なんでその場所を見つけるのが難しいかというと、時間には限りがありますし、やりたいと思うことだったらキリがないわけなんですね。そうすると戦略的な課題として、一番ポテンシャルが大きいと思われるところを見つけ出して、それに取り組むところでした。で今日私たちが模索していたところはアートと、それから健康でした。それからウェルビーイングの話でした。私たちもこれはとても高い優先順位、両国にとって最優先課題ではないかと思っています。たくさんお互いに学ぶべきことがあったと思います。そして片岡さんもビジョンについて語ってくださいました。今日、時間十分ではなかったかもしれません。もっともっと話せることがあったと思います。でも大きな一歩を踏めたと思います。私たちが実際見てみたい将来、そしてどういった組織を作りたいかということに目が向けられたと思います。で、これが例えばその分野横断型なのか、手段はいろいろあると思います。あるいは今までその実践されたようなものをさらに足し込んでいくのかといったこともあると思います。ただ非常に勇気づけられました。様々な多くの方々がこの場にもいてくださって、こういったことを正しくやっていこうというふうに考えてくださっているということ。というわけで、私からまとめに入りますけれども、実はその先週、科学技術関連のフォーラムが京都で行われました。その会合の中で大学のリーダーの方々、そして学術機関、科学機関のリーダーの方々が高齢化の問題を話していまして、これもまた主流な一番大きな課題の一つに含まれていました。多くの助言が出たわけですけれども、例えば食べている中からお砂糖を少し減らすですとか、歩け、泳げといったようなこともいっぱい言われました。でも今日もたくさんのテーマが話されましたよね。私たちが家族をどう支えていけるのか、そして多くの方々がいろんな体験をしている。その中では孤立などもある。ではそれを社会的にどうみんなを巻き込んでいくのかということ、包括性ですね。あとは国のインフラですとか、機関がきちんとケアですとか支援を出せるということが重要だと思います。マークさんの話もとても学びにつながったと思います。ケアはどこから最終的に来ているのか、そしてそれは
そのさまざまな機関や団体にとって、例えばプラットフォームであれ、スペースであれ、そのケアがどのように行われるのかということ、ここも見ていかなければならないと思います。その上で、非常に力強く勇気づけられました。ネットワークが支えられているということ、そしてこのネットワークというのが私たちにとって、こういった対話を進めていく上で、とても大きなアセット、資産になっていると思います。マシューさん、ありがとうございました。まだまだお話聞いていたいところではございますが、ちょうど時間になりました。最後に稲谷さん、一言何かまとめの言葉とかありますか？言い残したこととかあれば、ぜひお話しください。ありがとうございます。そうですね、これをまさにキックオフの機会として、これから次の段階のフェーズにまた皆さんと一緒に作って競争していかれればと思いますので、ぜひまた皆さんと会える時を楽しみにしています。ぜひジョインしてください。ありがとうございます。ありがとうございます。これでリフレクショントークは終わりたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、登壇者の皆様、どうもありがとうございました。特に本日、英国から来日していただいた皆様は、14時間のロングフライトで、昨日着いたばかりのところでした。本当にありがとうございます。感謝いたします。また、会場の皆様も積極的なご参加ありがとうございました。そしてオンラインの皆様も、ダイアログセッションでのミロへの書き込みなど、非常に私たち勇気づけられました。以上をもちまして、競争フォーラムを終了させていただきます。本日のフォーラムをスタートとして、引き続き皆様と共にミュージアムでウェルビーイングになる社会を作っていきたいと思います。